はい、皆さんおはようございます。木村正彦でございます。じゃあ今日はこの木をね、これから要するに開作させていただきます。これはね、お客さんが持ってたんですけれどもね、要するにおそらく10年20年前のヤマドリだと思いますね。福島県の産でございます。これはそうですね、まだ最近なんですけども、この木とちょっと巡り合って、これをちょっと作れば吹き流し風の面白い木ができるんじゃないかと思って、はい、これを今日やらせていただきます。今の状態はどんな感じでしょうか。今のこの状態は要するに山取りされて、そのまんまおそらく一度も手をつけてないと思いますね。でちょっと放置しちゃって、このままですから被害管理もあまり良くなくて、枝が随分枯れてますよね。この枝が枯れるということは何か問題が今まであったことだと思います。培養に対しての問題ですね。はい。はい、これを吹き流し風に作ります。要するにこれ見て分かりますけれどもね、いいですか、見て分かる通り、要するにこれが主幹ですよね。それに対してこっちが流れてる木ですね。で頭の高さがそっちが随分高いんですよ。やっぱりこれがね主幹ですから、これが一番頭が高くなくちゃいけないんですね。それに対してこれが随分この跳ね上がっちゃって上上がっちゃってるんですね。でこれはもちろんここに潰します。はい。これは苔が盛り上がっちゃって足元ですね、一番大事な足元、これ隠しちゃってるんですね。ですからこの苔を剥がしてこの足元がどうなってるか調べてみます。まず最初にじゃあね、この苔をみんなね、こんなに苔がさ、すごいでしょこれ。ほらこれ取ってね、まず最初盆栽の一番一から言うと、一番最初にこの足元がね、一番大事なんですよ。箸ある？これちょっとね、これ取っちゃってくれる？ここら辺の泥みんな。すごい苔だねこれ。何か。いやもうそのまんまですねこれ。だから石なんかも選ばずにそこいらのね。この足元がね、はい、それから作業を始める前に、この枯れた枝が随分ついてるでしょ。これもみんな生きてたもんですけれども、やはり
適切な管理をされてないんで、まあみんな中の一番大事な枝がどんどん枯れていっちゃうんですね。非常にもったいないことですけども、これで枯れた枝どんどん取っちゃって、ちょっとそんなほうきじゃねえやつ持ってこいよ。みっともねえよ、ちょっと。ちょっとどれ、それじゃないやつがあるんだよ。いいのが、新しい葉、ちっちゃそいうな。そう。もう何しろね、ちょっと大きく枝を刈る前にやるときはちょっと言ってください。何をですか。今枯れ枝だけ取ってるんで、枝を枝はまだ動かすのは、針金かけて動かすのはこれからです。はい、今。木村さんの作業がすごく早くてらっしゃるので、はい。木村さんの作業がすごく早くてらっしゃるので、ちょっと待ってよ。ちょっと待って待って待って。ちょっとダメだこ今何を切ってらっしゃるんでしょうか。これ枯れた枝、はい、これはちょっと長すぎるんで短くして、はい、ここを地にします。はい。いらない枯れ枝を切ってらっしゃるという。全部そうです。はい。はい、これでこの汚い枯れ枝は全部ね、はい、整理ができて、これでだいたい足元が見えてきたのと、枯れ枝が整理されたことですね。はい。これから骨、要するにその大まかなね、大きな枝のを動かします。はい、大まかで大きな枝をね、太い針金をかけて動かします。はい。これがね、
非常に太いんで、これをずっと下ろさなくちゃいけないんですよ。でこれはね、よほど太い針金をかけなきゃこれ降りないんです。それをするときは避けないように気をつけないといけないですね。そうですね、ある程度までのね限度を過ぎると折れるんですよね。だから折れるちょっと前で止めます。折れたらやばいからね。折れないようにするためには、まあ五葉松ですから割合弾力があって折れないんですけれども、それでもなおかつね、まあ無理して折れるといけないんで、こういうラフィアを巻いた方が本当はね、折れることを防げるんですね。もしもの時を考えて、まあ日本の言葉で言うと転ばず先の杖と、用心をすると、はい、じゃあそれをね、私はこの程度のものはやりませんけれども、ちょっとやってみます。それはそんな簡単なことで。これをね、もう水平平らぐらいにこの枝を下ろしますからね、その時やっぱりちょっと危険はあります。はい、あれ、そうか。いやいや。いい、これは。これもね、ラフィアというのは白っぽいものなんですよね。でもね、白っぽいものですとものすごく目立つんですよ。それで黒いこれは着色してあります。あんまり目立たないように着色してあるんですよ。別にそんな大したもんじゃないんですよ。墨汁ですから。墨汁ですよ。はい、もう一つもう一つ。そうですね。やりますよ。これね、これの場合は、まあ早く言えばね、伊達巻きですよ。伊達巻きって巻かなくてもいいようなものに巻くんですからね。これはあれですけども、本当にね、もっともっとその
これが折れたらば木がそっくり枯れてしまうというようなね、大事な要するに根の部分をやるとき、その時はこの巻き方もしっかり巻かないとダメですからね。それは巻きますよ。根ですか。根を巻くときはもっともっと命がけですから。ラフィア巻くときはきつくしっかりと使って。これは固く巻かないと役に立たないですね。いや、このまま自然に置いとくとね、ラフィアっていうのは結局2年ぐらいで腐り落ちちゃうんです。それだから根の方に巻いてね、そのまま鉢の中入れちゃっても自然に腐っちゃいますから。今実に重要なことをされてますね。今学ばれましたですね。このやっぱりこれだけの太い枝をね下ろすには相当の力がいります。このぐらいまで曲げます。もっと曲げたいぐらいですけど、もし曲がんない時はここから針金で引くんです。これもそうですね。多分針金で、はい、6番。